4、5年ぶりになります。4、5年間はそうです。入れてくれない状況でした。想像をはるかに超えていたので、ショックもありましたけど、体が随分しんどくて大変だったんだなっていうふうには思いましたし、母のこの歴史ですね、いわゆる頑張ってきた証でもありますので、それも踏まえてまた元気になった時にこんな風に生活して頑張ってたよねっていう風になればいいなとは思っております。すいません、じゃあ本日はよろしくお願いいたします。お願いします。動画の方もご協力していただいてありがとうございます。お願いします。まず、片付けるにあたっての経緯などをお伺いしたいなと思うんですけど、ここに住まれてた方っていうのはお客様のどなたになるんですか？私の母になります。で、20年ぐらい一人で住んでおりまして、今回なかなか頑固な母で、私たち家族も入れないような状況だったんですが、入院をすることになった機会に入ったらこのような状態だって EV さんにご依頼したといういきさつでございます。実際お客様もここに入られたのはもう久しぶりっていう？そうですね、4、5年ぶりになります。4、5年間はもう全く入れない状況やった？はい、そうです。入れてくれない状況でした。もともとじゃあお母様はその片付けるのが苦手みたいなところもありました。ありました。で久しぶりに見てみてやっぱりどうでしたか？想像をはるかに超えていたので、いやもうショックもありましたけど、母自体も体が随分しんどくて大変だったんだなっていうふうには思いましたし、そういった意味ではやっぱり心も痛みました。でこの回片付けるっていうきっかけっていうのはやっぱりその久しぶりに見てこういう状況やったか、ご自身たちでもどうしようもできないというところもあったと思うんですけど、なんか業者さんに頼む時になんかちょっと引っかかる部分とか、なんか億劫になる部分とかっていうのはありましたか？もう全くなかったです。もう母が一人で住んでいて、母の頑固さであったりとか、でも母にとってやっぱり宝物であることもあるんだなと。で他の業者さんも動画を上げておられますけども、もう母のことをお願いするのは EV さんだというふうに決めておりましたので、ただ本当を言えば入院する前に母も一緒に見させたかったなと思ってるんですけども、皆さんの仕事っぷり頑張りっぷりを見れたらなと思ったんですけど、今回テレコになっちゃったけども、母が片付けるのが苦手なのは分かっておりましたので、こういうここまでじゃないですけど散らかってる状況を予測できていたので、イーブさんの動画を見て一度入ってもらったらっていうのはもう1年ぐらい前から頼んでいたんです。でも頑固ですので入れてくれなくて、結果入院してとうとう来てもらうでっていうことで今回お願いさせていただきました。母のこの歴史ですね、いわゆる頑張ってきた証でもありますので、それも踏まえてまた元気になった時にこんな風に生活して頑張ってたよねっていう風になればいいなとは思っております。ありがとうございます。僕らもすごい嬉しい気持ちで、その期待に応えれるようにちょっと今日は頑張って片付けていきたいと思いますので、すいませんけど本日はよろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。ここの手前の左手の部屋はどうですか？青いカート、手押し車、はい、のみです。その中身に入ってるのと本体と、それ以外の家具とかも小物とかももう全部大丈夫です。了解です。ここの部屋じゃあれで1点だけ。了解です。この右手の方はどうですか？何もないです。もう全て処分で。先ほどおっしゃってた本だけ探しておきます。はい。じゃあ奥行かしてもらって、ここの通路に出てるのももう全て大丈夫ですかね。でここの洗面の方はどうされます？もう全て残すものは特になく。了解です。こっちの奥入らせてもらって、ここの中とかの食品関係ももう全部大丈夫です。でキッチンももう全て空になるんですけど、残しとくものは特にないです。了解です。
ここのダイニングで置いとくものはダイニングテーブルのセットを残しておくということで、了解です。掃除機とです。掃除機と掃除機、扇風機、ダイニングテーブルのセット、それ以外はもう空で、了解です。ここの和室の方はどうですか？了解です。本箱は中身も外身も置いとく。でそれ以外を空にする。押し入れの中とかも大丈夫。こっちの方はリビングの方。了解です。それ以外はもうテレビとかもご全部処分。了解です。わかりました。なんかそれ以外創作物とかっていうのは、貴重品関係だったり、通帳、印鑑、あと写真とかアルバムとか。それ以外でなんか探してほしいものとか見つかってないものとか。貴重品、金属、通帳、印鑑、キャッシュカード。もういつもの。いつも見ていただいてるので分かると思うでそれ以外また何か気になったことあったら言ってもらえたら大丈夫です。すいませんけどよろしくお願いします。お客様の思いをお伺いしたじゃないですか。ああいうのってやっぱりめちゃくちゃ嬉しいめちゃくちゃ嬉しいですね。ほんまになんか僕らがなんかこう言ってもらえたら、こう思ってもらえたらいいなっていうのをおっしゃってもらったんで、すごい嬉しかったです。聞いててお母様にとってはね、その歴史そうですね、ね、頑張った証そういうことをおっしゃってたんで、すごいお母さんの気持ちも汲み取られてるし、でもなんとかしてあげたいっていうのでうちに頼んでいただいて助けてほしいっていうのを言っていただいて、そういう頼りにしてもらえてるのも嬉しいですし、頑張る力になりますよね。なります。めっちゃで実際動画もいつも見ていただいてるんで、すごい喜んでもらえてめちゃくちゃ嬉しいです。もうなんか有名人みたいなガチャン、ガムテープ1個もらっていいですか？ガチャン、はい。ありがとうございます。雨やったらモチベーションが変わってくる。いや、僕は天気で左右されない男なんで雨でも変わらずバリバリとやらさせてもらいます。いいですね。で雨やったらその作業の方の時間もかかるんで、運び出しがやっぱ雨濡れると、それと乾いてきてなったら風邪ひくんで、あと段ボール系とかも濡れたら破れたりするんで、そこのとこを考えたりするのがちょっと大変ですね。この仕事をやってて、なんか一番こうやりがいを感じる瞬間とかっていうのはいつですか？やりがいを目に見て
自分がやったっていう結果がもう分かるんで、もう例えばこうベッドの上とかもこんだけ服がある状況なんですけど、その自分が片付けていって最後見た時すっきりになった時が一番達成感、気持ちいいですね。こういうものが多いとこやったらもういつも以上に今日はやったなっていう感じになりますよ。自分の部屋もかなり片付いてる感じ。もう自分の部屋も綺麗です基本的に。すごい。物をあんま買わないで、服とかもハンガーにかかってる分の服しか買わないんで、基本的にもう散らかりようがないってもういう。そうです落ち着かないですね。もう天職じゃないですかこれが。すごい。彼らやったら分かってもらえるんだ。今度彼らが言うて話したら、その子らやったら会おうかなって言うてやったの。実際にこんなでって言うと話したの。だからじゃあ言うてから始まったら僕らもお会いしたかったです。また元気になった時に何かのタイミングで言ってもらって。理解してて。そんだけ頑固やとお母さんが会ってみたいって言ってくれたってすごい嬉しいですね。なんかほんまに動画見ていただいてて、最初のその不安要素は取り除けてる。やっぱどんな業者さんが来んねやろうとか、もし知らなかったらあるじゃないですか。僕らの動画見ていただいてたからこそ、なんかそういう不安要素は取り除けたのかなって。それは重々あります。でさっきもおっしゃってくれてたじゃないですか。動画見て片付けるスイッチが入ったとか、すごい僕らもだから頼んでもらうだけが全てじゃないんで、なんかほんまに一つ皆さんのきっかけになれてるのがすごい嬉しい。そういう意見を聞けるのが。勇気はね、今日違う物件なんですよ。伝えときます。隠れてないファンです。隠れず出てきてほしいってよう言うとます。片付けする場所で、なんか水回りのところが大変やとか、そういうのってやっぱあるんですか？でも基本どこもそんなしんどさで言ったらまあ変わらないですけど、やっぱ出てくるものが違うんで。まあ、各部屋によって分けるものっていうのがある程度限られてくるじゃないですか。そういう部屋とかやったらもう紙ゴミとか、なんか出てくるものが違うんで、やっぱりそう分ける種類が多くなればなるほどやっぱり作業効率も大変にはなってきますね。
着物ですか？これは着物です。これはまた違うところに持って行ってみたいな、市場に持っていく着物です。着物ないのか。これよ。わかりました。今回のご依頼って、はい。こちらにお住まいのお母さんの娘さんがご依頼されてるじゃないですか。そうです。そういう方って多いんですか？めちゃくちゃ多いですね。さっきの撮る時インタビューの時も言ってたんですけど、実際その今ご依頼いただいた方の世代のお母様とかお父様の世代がやっぱりその物を捨てられない大事に、昔はそんなに物もなかったし、まあしっかりしたもの、婚礼家具とかだったり物がなかなか手に入らない時代に生まれて物を大事にする世代の娘様たちが今困られてる状態っていうのを今聞いてて、やっぱ周りの方も多いですし、僕らも実際依頼はすごい多いので、言ったら僕の母とかも、僕の母の僕からしたら祖母も似たような環境なんですよ今。だからすごい分かる。家になかなか入れてくれないとか、捨てろって言ってもまあ捨てないとか、すごい実際めちゃくちゃ多い問題ですね。どうですこれ？あ、斜めでこうあ無理かな。ガスさないんですか？潰すしかないやつやろ。OK です。また後で。お疲れ様です。今一旦午前中ここ玄関部分と一応僕がやってた部屋ももう完全に終わって、空き箱とかは後で向こうの仕分けに使ったりしていきたいと思います。でこっちのベッドも急遽やっぱり残すってことになったんで、一応それ以外は片付いた状態になるんで、一旦目処ついてお昼挟んでまたここから頑張っていきたいと思いますのでお願いします。
お願いします。メイトと一緒にここ側ってさっきのしていて、はい。ほんで左の部屋に段ボールいっぱいあるからこれ一応二重にしとった方がいいっすよね。そうしとった方がいい。これだけでいいですか？いや、まだ入れるから。どっか跳ねてる。この音さんのがいいかな。使うんやったらって感じですね。じゃあいらないと思います。場所取っちゃうんでね。結構しっかりしてるんで。はい。はい。同時進行でアイスクリームでやっていきます。
めちゃくちゃ細かいところまでされるんですね。楽しなって止まらないですよ。見違えるように綺麗になってるのがやっぱりそれを見ててやっててめっちゃ気持ちいい。
まず最後けどずっと立ち会っていただいたり長い時間すみません、本当にありがとうございます。こちらこそありがとうございます。終えてみてどうですか？もう本当に心がすっきりと夢が叶った気分です。で、初めお越しいただいた時にね、ずっと YouTube 見ておりましたので、お越しになられた時になんていうの、画面の向こうの人たちいたので、どう言っていいかな、ちょっと有名人というか芸能人みたいなで入ってこられた時にちょっと見せるのいや恥ずかしいっていうふうに思ったんです。なんかこちらからは画面越しに見た人たちに見られたらあどうしようっていう戸惑いがあったんですが、やはり作業しておられる姿見ててお願いしてよかったなと思いましたので、また見られてる方いらっしゃったら、困ってる方はもうこんな時間で素人ができるわけがないので、ぜひやはり専門家の方にお願いされるのが一番だと思いました。すごいありがとうございます。本当にやっぱり頼んでみたりすごい貴重な意見なんで、頼むまでの気持ちだったり頼んだ後の気持ちだったりっていうのは経験してみないとわからないので、なんかやっぱり悩まれてる期間とかっていうのもあったと思うんですけど、なんかまた同じような状況の方へのアドバイスとかもあったら。やっぱり悩んでる時間はしてみてからでないとわからないと思うんです、してみて初めてもっと早く依頼すればよかったっていうふうに思うんだけど、やっぱり悩んでる時間は悩んでる時間ですごく、金銭面のこともありますでしょうし、見られたくないってこともあるでしょうし、でも一歩勇気出してっていうか、とりあえずご連絡してみたらなんとか話が進んでいくと、あとはもう自然に任せて流れに任せて作業日を迎えると絶対って言ってぐらいやってよかったなと思うと思います。で動画で見てた感覚と一緒でしたか？全く一緒でした何も変わらなかったですイメージ通り。イメージ通りです。イメージ以上です。あ、よかったです。期待に応えれて、お母さんも帰ってこられてね、元気になって、こんだけすっきりしたところを見てもらって、立ち会いたいぐらい僕も。もうぜひぜひです。ありがとう、本当に。感謝しかないです。感情移入しちゃうというか、話もいろいろ聞いてたんで、お母さん帰ってきた時に喜んでもらえたらいいなとかいろいろ考えてて、はかどりました。すごい。ありがとうございます。本当にありがとうございます。今日はすみません、本当にご協力していただいて、長い時間待っていただいて、本当に。全然。はい、ありがとう。もっと見てたいぐらい。また何か機会があれば。ぜひです。よろしくお願いいたします。すみません、本日は。ありがとうございました。ありがとうございます。もう本当に心からすっきりと夢が叶った気分です。喋ってもらっていいですか？喋りかけていただいても大丈夫です全然いつもだから僕らも立ち会いしてもらってる時それで喋りながらずっとやったりしてるんで。16歳なんですよ。16歳。ここ毎日だけ。すごいね。こんだけ若かった若いのもしたらそうです。はい。